ロシアのデフォルトが起きると思います。で、皆さん、こちらに対してのニュース、それと解説を少しお話ししていきたいです。現時点、今は3月の16日で12時37分でございます。さてと、今日のメインニュースはこのデフォルトです。で、デフォルトに対して何が起きているの？デフォルトは何なの？デフォルトっていうのは、誰かが他の人からお金を借りたとき、払えないということですね。それが一番の原則です。で、今回はロシアがお金を払い返すことができないという、簡単なお話ではないですね。ロシア経済は、実は通貨ルーブルは暴落して、国債はジャンク級に格付けられています。で、次に予想されてこのデフォルト、これは債務不履行というのが現実になれば、投資家は巨額の損失を被ることになります。ロシアのドル建て国債の日本の合計1億1700万ドル、ここは約138億円。実はそれほど大きくないです。この国債価格の相場の中で見ると、これはかなり小さな金額です。の利払いですね。の利払いの期日が16日に到来する。はい、今日です。政府の支払い手続きが開始されるはずですが、警告明かりが点滅しており、ロシア軍のウクライナ侵攻以降、投資家価値の急落を目の当たりにしているです。いわゆる言ってるのは、この利払いが多分不可能であります。で、国債だけでなく、天然ガスの独占の企業がガスプロムの方とか石油会社の、クオイルとか、こちらの会社たちでもトータルでこの105ビリオンぐらいの、社債があるので、皆さんこちらの方も、全部一応、デフォルトの発生が、なる可能性が高くなったという話だと思います。で、そうした出来事はルーブル建て債の一部のデフォルトが発生した1998年のロシア危機や3年後の、アルゼンチンの記憶が蘇られる。これは特にそうですね、98年以来起きていない大きなロシアのデフォルトということであります。で、16日に対してのペイメントで、この対ロ制裁としてそれに対抗した同国の導入にしたままの法令の下で、デフォルトはほぼ不可避の要素を停止しています。スワップ市場は今年それが起きる約 70% の確率を織り込みしています。これも多分遅れてますね。はい。もちろん今日だともう 100% 近くになっていると思います。これが起きるというのも、おそらく実務的には4月15日までの30日の猶予期間が設けられているので、ロシア国債の保有者が16日にドルの利払いを受けられない場合は、それは、必要に長く複雑なプロセスが始まりになると予想されます。デフォルトのシナリオですけど、Russia pays in dollars。これは多分起こらない。けど、もしこれが起きたらデフォルト起きないという、まず一つ一番の楽観的なシナリオです。ほぼないと思います。Russia pays in rubles。今これが多分一番likely、一番起きそうなシナリオ。債務の契約により、時々これはあり得ることもあります。もうこれ契約によってです。特に今日利払いしなくちゃいけないのは、こういうルールが入っていないんです。なので今日は全部実はロシアルーブル建ての支払いはできないものばかりです。今日は。なのでデフォルトが今日起きるのはもう確実になっていると思います。で、一番最悪なのは、ロシアが全然ここは払わない。特に30日の猶予期間が経って、何も一切も払えない場合、こちらの方だともちろんここは、債務の保有者たちは、債権の保有者たちは大きな損失を取ってしまうかなと思います。特に国債のデフォルト危機と呼んでいいんですけどね。このサイクルを見てみると、前回ロシアの方では1998年で73ビリオンでした。なので今の方が、かなりもっと大きいですね。73ビリオンです。今回はどれほど大きくなるか、105ビリオンぐらいので 50% 以上になる可能性はあるかなと僕は考えています。ギリシャの方がもっとでかかったんですね。2012年の時には。はい、ギリシャすごいでかかったですよ。この時の相場激しかったですよ。もう信じられない。ちっちゃな国のギリシャがデフォルトをして相場がもう SP500 でもアメリカでも日本でもすごい揺れていました。アルゼンチンのとかは2020年はあんまり揺れてなかったですね。だけど今回ロシアの方はデフォルトは
実はそれほど相場を揺らがすというより、ただロシアの立場を今後変えていく方向性になるかなと思います。特にここで面白いことはデフォルトが起きると思うんですけど、FX の相場を見るとほとんどここも織り込みされていると思います。しかも皆さん、ルーブルが急騰してますよ。これが僕が、一応数日前に入れたライン、ピボットポイント分析だったんですね。120ぐらい。これを下抜けたらもう急騰すると言ってますね。急騰っていうのはこのラインが下がる。つまりドルルーバルです。これはドルルーブルが下がるということはドルが下がり、ルーブルが上がっていることです。ロシアの FX をここすごい上がってますよ。めちゃくちゃ上がってます。MACD も上昇してる。なんでデフォルトが行われるときに、あるときになんでこういうふうに上がってるのは変じゃないか。相場は前を見るからです。もう織り込んでます。今日デフォルトになっても、ほとんどここは相場には影響はないかなと思います。しかも、ルーブルはここからますます僕は実は次のレベルが100を下抜ける可能性もありかなと思います。次のサポートレベルが 94.39 であります。でかいレベルが120です。なので、この120っていうレベルをまた上抜けない限りは、実は100まで僕は行くと思います。皆さん、特にロシアのデフォルトがこれから起きると思いますけど、実はこれは相場にはあまりでかい影響がないと思いますね。ただ、これからのロシアとの、取り扱い、このいろんな格付け会社がレーティングを下げてしまうことによって、経済的にロシアにはすごい不利になることは明らかなかなと思っています。